こんにちは。今日はグッドから良さそうなハンダゴテが出たので、それを買ってみたという動画です。実際に買ったハンダゴテがこちらです。こちらのハンダゴテ、グッドから発売された PX280 デジタル音調ハンダゴテ、日本製です。温度調整ができるハンダゴテというわけですね。実売価格は5000円程度。今までのハンダゴテでこのコテの中に温度調整機能が入っているものもありました。ただそういった製品についてはデジタル音調ではなくてアナログで何かダイヤルを回して調整する、そんな製品が多かったです。デジタルで温度調整できる製品でハンダステーションっていうのがあります。ハンダゴテの本体とは別に温度制御用のちょっと大きめの箱がある、そういった製品もあります。そういった製品はコテと箱の部分が別々なんですけども、今回の PX280 はその箱の部分がこのコテの中に全部入ったような、そんな製品になります。見た感じこれはなかなか良さそうな製品だと思います。今日買ったハンダゴテ以外にもハンダゴテはいろいろ持っています。ちょっと並べて比較してみます。とりあえず今まで使ってきたハンダゴテを並べてみました。ハンダゴテのメーカーについて特にこだわりはありません。有名どころだと発光かグッド、今日買ったやつですね。その2つのメーカーが有名だと思います。でこうやって改めて並べてみると今まで使ってきたハンダゴテは全てグッドでした。これは偶然なのかどうか分かりませんが全てグッドです。この水色のハンダゴテがニクロムヒーターのハンダゴテ、これが2台あります。55W とちょっと大きめのやつで 80W。ニクロムヒーターのハンダゴテについては電力がちょっと必要な場面であったり、あとは熱容量の大きな導線とかをハンダ付けするのに使っています。これなんかかなり大きめのハンダゴテです。他の2つがセラミックヒーターのハンダゴテ。こちらはもともと使っていたやつで、一番左の方が今回購入した PX280 デジタル音調の全部一体型になったハンダゴテです。こちらのハンダゴテについては普段使いのやつです。電力は 30W なのでそこまで大きいわけではありませんが、なかなか使いやすいので使ってます。今まで使っていたハンダゴテは全部温度調整ができないタイプのものです。なので今回購入したハンダゴテは初めての温度調整ができるタイプになります。こちらの新しいハンダゴテ、電力は 80W です。なのでハンダ付け中に温度が下がっても元の温度までの復帰も早そうです。ハンダゴテを置く固定台については発光のやつを今まで使っていました。カナダ足タイプのこういう風に刺すやつです。これもなかなか使い勝手いいですね。今回の買ったやつにもぴったりはまります。ただせっかくグッドのハンダゴテを揃えたので今回は発光ではなくてグッドの新しい固定台も購入しました。こんな感じで刺さります。なかなか安定感は高いです。重さも結構ありますね。今回使った機材について概要欄の方に購入リンクがあります。もし気になった方はチェックしてみてください。早速電源入れてみます。電源入れます。ここに設定温度が表示されてるんですけど、温度上がるの早いですね。設定温度は今350度で10秒くらいで設定温度まで上がりました。さすが 80W といった感じです。時間計ってもう一回やります。スイッチオン。はい、15秒くらいですね。15秒くらいで設定温度の350度まで上昇しました。では実際にハンダ付けを試してみます。ハンダ付けする対象ですが、今回はいろいろやっています。例えばこちらの電線のハンダ付けであったり、あとはかなり熱量が必要になるワニ口クリップへのハンダ付け、あとは皆さんよく使うであろうプリント基板へのハンダ付けも試してみます。ハンダ付けする際のハンダなんですけども、一つは鉛入りのハンダで、もう一つは鉛フリーのハンダを使ってみます。こちらの鉛フリーのハンダですが融点は少し高めです。なのでそういったのをハンダ付けできるか、こちらの実力も試してみます。まず最初配線への予備ハンダを試します。ハンダは2種類用意しました。こちらは鉛入りのハンダ、融点は少し低め。こちらが鉛フリーのハンダになります。鉛入りのハンダに比べて鉛フリーのハンダは融点が少し高めです。固定の温度設定ですけど初期設定の350度でやっています。
ちなみに小手先の温度設定ですが、このループのボタンを押して、そしてこのボタンを押すと温度設定ができます。とりあえず350度で OK でしょう。まず最初、鉛入りのハンダでやってみます。いきます。こちらの鉛入りハンダの融点は183度です。しっかりとハンダ付けできています。コテの熱量も温度も十分です。ハンダもかなりよく溶け込んでいます。鉛ハンダについて使用感は特に問題ありません。次は鉛フリーハンダで試します。いきます。こちらの鉛フリーハンダの融点は120度です。配線への予備ハンダで鉛フリーハンダを試してみました。こちらについても使用感は特に問題ありません。かなりよく溶け込んでいると思います。特に熱量が不足するとかそういったこともありませんでした。動画には撮っていませんが、ハンダを供給した時でも小手先の温度は350度一定です。次はワニ口クリップへのハンダ付けです。こんな感じですね。ちょうどこの部分にハンダ付けをしていきます。このワニ口部分の金属があるので少し熱量が必要なハンダ付けになります。まず最初、鉛入りハンダで試します。いきます。じんわりと溶けてきましたね。やはりこのワニ口部分の熱量が大きいので、ハンダ付けには少し時間がかかります。ただ、ハンダ付け自体はかなりしっかりできます。ちゃんと溶け込んでいますね。反対の面はこんな感じです。ちょっとハンダの量が少なかったかなっていうふうに思います。配線までもう少し溶け込むようにするには、ハンダの量がもう少し必要でしたね。次は鉛フリーハンダでも同じように試します。いきます。先に熱を与えて、で、ハンダを供給すると。なかなか溶け込みませんね。あ、できました。鉛フリーハンダの場合はこんな感じです。鉛フリーはやはり融点が高いので溶け込みまでに少し時間はかかりました。ですが時間をかければしっかりと溶け込んでいます。裏面はこんな感じです。ちゃんとハンダ付けできていますね。問題ないと思います。こういった熱容量の大きな対象物にハンダ付けをするときは設定温度をやっぱり上げた方が良さそうですね。一応設定温度は500度までできるんですけども、さすがに500度は高いので400度程度で十分だと思います。こうやって臨機応変に温度を変えられるのが音調ハンダゴテのいい点ですね。次は生のプリント基板にハンダ付けします。高周波の回路を試作するときにランド方式を使うことがあります。その場合でもしっかりとハンダ付けができるかを試します。鉛入りハンダと鉛フリーハンダ、あとは温度設定350度と400度の合計4パターンをやってみます。まず最初、鉛入りハンダ350度。若干溶け込むまでに時間がかかりますけども、しっかりと溶け込んでいますね。350度でも OK です。拡大しましたが、しっかりと溶け込んでいると思います。次のハンダ付けを試しますが、温度を揃えるために濡れ雑巾で冷却します。次は鉛フリーハンダ、設定温度は350度です。少し加熱して、でハンダを供給する。こちらも問題なくハンダ付けできています。鉛入りハンダも鉛フリーハンダでも350度の温度設定で問題ありませんね。しっかりとハンダ付けできています。一応400度も試してみます。温度を設定して決定ボタンを押すとこんな感じで温度は上昇する。400度鉛入りハンダ。やはりこちらの方が早くできますし、ハンダの広がり方が広いですね。
よく熱が伝わっている証拠だと思います。ただフラックスがですね、蒸発して中で破裂します。その点だけ少し注意ですね。次は鉛フリーハンダ400度設定です。こっちの方がフラックスの中で蒸発して爆発してますね。やはりこちらも350度設定の時と比べると、温度が高いのでハンダの広がりもいいですね。ただ400度に設定するとフラックス入りのハンダですとフラックスが蒸発して爆発します。その点だけ注意してもらえればいいかと思います。こんな感じでハンダ付けしてきましたが、プリント基板をハンダ付けする前に使用感のレビューをします。まず標準装備の小手先ですが、これがなかなか使いやすいです。この小手先は先端が平らなタイプです。この小手先ですが、平らというよりかは斜めカットといった方がいいかもしれません。なのでハンダ付けの対象物に熱が非常に伝わりやすくなっています。ハンダゴテのよくある小手先で鉛筆タイプのやつがあります。それは実はあまり使い勝手は良くないと思っています。というのも小手先が細いので熱がなかなか伝わりにくかったりします。なのでハンダ付けするときはいつも先端が平らなタイプを使っています。この PX280 については標準で小手先が平らなものなのでハンダ付けはしやすいです。ちなみに一見の場合ですが、細かいハンダ付けをするときも先端が鉛筆タイプのやつを使うことはなくて、小手先の先端が斜めのものをいつも使っています。あと重要なのは握った時の感触だと思います。ハンダステーション一体型になっていますので、重量が少し重かったり、あとはバランスが悪いかなとか思ったんですが、そんなことはありませんでした。重さについてですが、軽すぎず重すぎず、ちょうどいいところです。で、あと全体のバランス、重量のバランスですね。バランスが特に悪いといったことはありません。握り心地ですが、持っていても疲れることはありません。この鉛筆のように、握るんですけど、かなり握りやすいですね。今は手袋をつけていますが、手袋をしないで素手で握った時でも、この小手先の厚さが伝わってくるとか、そういったことはありません。少しぬるいかなくらいの感じです。小手先のオプションについては9種類程度用意されています。鉛筆型であったり、あとは先端がカッターナイフのような形状になっているもの、あとは先端がもっと平らで太いものとか、いろいろ用意されているようです。あとはハンダゴテの機能としてスリープ機能があります。これは小手先の酸化を防ぐために使っていない時に温度を自動で下げてくれるというものです。振動を自動で検出して温度を下げてくれる、そんな機能ですね。なかなかいいと思います。これが今スリープ時に入っていて、ちょっと振動を与えるとこういう風に温度が上昇していきます。スリープ温度は200度で設定温度の350度まですぐに上昇すると。初期設定でスリープ温度は200度になっています。ただこの設定も後で自分で変えることができます。ハンダゴテの実際の使用感についてはこんなところです。なかなかいいと思います。次はこちらのプリント基板にハンダ付けをします。ハンダ付けする部品ですが、まずこちらのスルーホール部品を試してみます。でその後に表面実装部品です。ハンダについては先ほどと同じように鉛入りハンダと鉛フリーハンダの2種類で試します。ピンヘッダーをハンダ付けします。まずは鉛入りハンダ、設定は350度です。ピンヘッダーへのハンダ付けはこんな感じです。なかなかいいと思います。これについては他のハンダゴテと特に変わりないですね。問題なくハンダ付けできました。次は鉛フリーハンダ、設定温度は350度。いきます。こちらの鉛フリーハンダについても問題なくハンダ付けできています。左側が鉛入り、右側が鉛フリーですが、ハンダ付けの品質にほとんど違いはありません。次は表面実装部品です。最初は鉛入りハンダで試してみます。設定温度は350度。
こんな感じで鉛入りハンダについては特に問題なくハンダ付けできるといった感じです。足は一つずつハンダ付けするのではなくて、コテを横にずらす感じでハンダ付けするとやはりやりやすいと思います。次は鉛フリーハンダです。いきます。鉛入りハンダと同じことをやろうとしていますが、なかなかうまくいきません。鉛入りハンダと同じくらいの品質でハンダ付けできました。ただし鉛フリーハンダ融点が少し高いです。鉛入りハンダと同じようにハンダ付けをしようとすると時間がかかります。なので鉛フリーハンダの場合は少し温度を高めに設定した方がいいかもしれません。実際380度くらいでやるとうまくいきます。次は 1.6mm サイズの積層セラミックキャパシターです。まず鉛入りでやります。コテの先に少しだけハンダを持っておいて、でフラックスが蒸発しないうちにハンダ付けをしたいんですけど、なかなかうまくいきませんね。とりあえず片側だけやっておいて、反対側をやります。反対側はこういう風にできるので、まあ楽ですね。で最初にやった方がちょっとあまりうまくハンダ付けできていないので、新しいハンダを足してフラックスを供給します。こんな感じですね。ちょっとハンダの量が多いので、こういう風に落とせば完成です。1.6mm サイズの部品ですが、まあ問題なくハンダ付けできていますね。いいと思います。次は鉛フリーハンダです。ちょっと装置を改良しました。こういう風に部品をピンセットでつまんでおいて、この糸ハンダを供給してすぐにピッてやると、フラックスが蒸発しないうちにできてうまいことハンダ付けできるのではないかと思います。実際に試してみます。やってでフラックスが蒸発しないうちにくっつけると。でこれが鉛フリーハンダの結果ですね。なかなかうまくできてると思いますよ、手ハンダにしては。で次に分解する必要は特にないんですけども、いつもの癖で分解します。ちなみに分解した後はちゃんと元に戻します。このハンダゴテかなりいいので、今後のメインのハンダゴテはこれにする予定です。なのでちゃんと元に戻します。先端以外にもネジあるので外します。で分解したところを横から見てみるとこんな感じです。回路基板、緑色の回路基板が見えます。そしてヒーターです。分解すると中身はこんな感じです。ここに温度表示用の液晶、あとは温度操作のボタン、そしてここら辺に電子回路があります。裏面には受動部品だけが実装されていて、そして表面には受動部品プラス IC 類が実装されています。液晶の裏側には制御用の IC があります。ルネサス製です。ここら辺の部品は制御回路用の電圧を作るために使われている部品です。裏面の受動部品もそうです。もう少し細かく見ていきます。この部品は振動センサです。スリープモード入る入らないは振動で検出しているわけですが、そのために使われています。当然ハンダゴテを使っているときは振動しますから、ここから振動が出てスリープモードには入らない、そういったモードになります。逆にしばらく使わないで固定台の上とかに置いておくと振動がない状態になります。その状態を検出してスリープモードに入る、つまり小手先の温度を下げる、そういった動作になります。次にここら辺の IC ですね。これは制御回路用の低電圧を作るために使われています。まずこちらがパワーインテグレーションズ製の MOSFET です。こちらは東芝製のフォトカプラ TLP291 です。次にこれは新日本無線のオペアンプです。ヒーターから熱電対が出ているのですが、その温度を増幅して、制御に使うと、そういった用途に使われています。ちなみに新日本無線は今社名が変わっていて日進坊マイクロデバイスになっています。最後にこちらです。データシートを調べてみてもわからなかったのですが、ほぼ 100% トライアックだと思います。ヒーターにどれくらい交流の電力を供給するか、そういったものの制御をしています。トライアックが導通している期間はヒーターに電流が流れてヒーターは発熱する。トライアックが導通していない期間はヒーターに電流は流れないので、温度は低下していく。でそのオンオフを繰り返してヒーターの温度を制御します。
中身についてはこんな感じです。で温度制御ですが、信号をオベアンプで増幅して、こちらのマイコンの中で温度を制御していると思うのですが、そこら辺にグッドのノウハウが詰まっている、そんな感じでしょうか。常に設定した温度からずれないように、しっかりと制御する、そんなことをやっているのだと思います。こちらの PX250 を使ってみた感想ですけど、なかなかいいですね。今まで別々になっていたハンダステーションの部分をこの固定の中に入れました。で、しかもデジタルで温度調整ができます。そんな製品です。完成度はかなり高いと思います。使い勝手はかなりいいですし、しかも実売価格5000円なので、ハンダステーションと比べるとかなり安い価格設定になっています。このハンダゴテについては久しぶりに買ってよかったと思う、そんな製品です。これからのメインのハンダゴテはしばらくこれを使っていこうかと思います。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。